お世話になっております。マサルです。今回はプロセス管理のための PS、トップ、キルについて一緒に勉強していきましょう。Linux システムの管理者が行う大切な仕事の一つにプロセス管理という仕事があります。プロセス管理とは、プロセスの生成、終了、監視などを行う業務です。いかがでしょう？プロセスの生成、終了、監視と言われても、Linux の勉強を始めたばかりの方は全然イメージがつかないですよね。今回の動画では、プロセスとは何かからお話を始めて、プロセス管理に役立つコマンドをいくつか紹介していきたいと思います。それでは始めていきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。まずはプロセスとは何かからお話ししていきます。プロセスとは実行中のプログラムを管理する基本単位のことを言います。ここでプログラムという言葉が出てきました。プログラムというと難しく感じますが、これまで学習した CAT コマンドや LS コマンドなど様々なコマンドはプログラムの一つです。なのでシステムに対して実行してほしい内容をまとめた手順書のようなものがプログラムです。プログラム自体はいつでも使えるようにストレージに保存されています。もしユーザーが特定のプログラムを利用したい場合は、プログラムをメモリというコンピューターにとっての作業机のような場所に移動して実行します。この時、プログラムをメモリ上で実行する際にいろんな処理が行われますが、その処理はプロセスという単位によって管理されます。つまり、プロセスとは実行中のプログラムを管理する基本単位ということですね。ちょっと難しいですね。日常的な例を使ってプログラムとプロセスについてお話ししてみたいと思います。例えばここにシェフがいます。シェフは OS のことだと思ってください。シェフはお客さん、つまりユーザーからの注文に応じて料理を作り始めます。何か注文が入った場合に冷蔵庫から食材を持ってきます。食材はプログラムのことだと思ってください。食材を調理するために食材をまな板に運んで調理を始めます。このタイミングで食材であるプログラムは切ったり焼かれたり煮られたり様々な処理に利用されます。その処理の一つ一つがプロセスになるというイメージです。料理は食材の切り方、火加減、時間の管理、いろんなことに気をつけなくてはいけませんよね。Linux のシステム管理もプログラムを実行したときに行うプロセスの管理が大切です。今回の動画ではプロセス管理の基本がわかるように一緒に勉強していきましょう。それではここからプロセス管理で覚えておきたいコマンドを紹介していきます。まずは PS コマンドです。PS コマンドは今動いているプロセス、つまり実行中のプログラムを確認できるコマンドです。PSとだけ入力すれば自分の端末のプロセスだけを表示することができます。まずはキラーコーダーを使って PS コマンドを試してみましょう。それでは PS コマンドを実行します。キラーコーダー環境の方は2つのプロセスが確認できたと思います。1つはバッシュによるプロセス、もう1つは PS コマンドによるプロセスです。PS コマンド単体で利用すると自分の端末のプロセスだけを表示します。つまり PS コマンドを実行したユーザーによって発生しているプロセスの一覧が表示されているということですね。今 PS コマンドを実行したので PS コマンドによるプロセスも確認できますよね。では次に自分だけに関わらず全てのプロセスを表示してみたいと思います。PS-E を実行してみてください。いろんなプロセスが出てきたと思います。この表示は自分だけに関わらず Linux システムに存在するすべてのプロセスが表示されている状態です。
Linux システムを利用するためには、実はいろんなプロセスが裏で動いていることがわかりますね。では次に ps-large-a を実行してみたいと思います。オプションの A は大文字の A なので注意してくださいね。実行します。出力された情報を見ると、先ほどの ps-e と同じ情報が出力されています。実は先ほど行った ps-e と ps-large-a は同じ結果が出力されるコマンドです。なのでどちらを使っていただいても大丈夫です。Linux を勉強する人にとっては同じ出力のオプションが複数あると混乱するのでやめてほしいなと思うかもしれませんが、どうして同じ出力で別々のオプションが存在するのかというと、 Linux が複数の文化をもとに発展してきたからです。どちらの文化にも対応できるように別々のオプションでも同じ出力の場合がいくつか存在します。ちょっと大変なんですけど両方覚えるようにしていきましょう。 ps-e と ps-large-a は両方とも全てのプロセスを表示するコマンドです。次はトップコマンドについてお話しします。トップコマンドは現在動作しているプロセスの情報を表示するコマンドです。 Windows にはタスクマネージャーという機能がありますが、タスクマネージャーの CLI 版がトップコマンドだと思ってください。ではトップコマンド使ってみましょう。それではキラーコード環境でトップコマンドを実行します。実行するといろんなプロセスが実行されていることがわかりますね。そしてそれぞれのプロセスがどれくらいの CPU やメモリを使用しているのか動的に表示されていますね。もし Linux システムの動きが遅くなったりしたら、このトップコマンドで何が原因で遅くなっているのかを推測することができます。トップコマンド便利ですよね。トップコマンドの表示を終了させたい場合は Q キーを押すと終了することができます。なお Q は Quit の略ですね。トップコマンドとは現在動作しているプロセスの情報を表示するためのコマンドで、タスクマネージャーの CLI 版が表示されると覚えておきましょう。最後にキルコマンドについてお話しします。キルコマンドとは特定のプロセスにシグナル、命令を送るためのコマンドです。主にプロセスを終了させたい場合などに利用することが多いです。基本コマンドはキルコマンドの後ろに終了させたいプロセスのプロセス ID を指定すれば OK です。実際にやってみたいと思います。では先ほどと同じようにキラーコーダ環境でトップコマンドを実行してみてください。現在実行中のプロセスが CPU の使用率とともに動的に表示されていますね。ではこの状態で別のタブを開いていただいて、開いた新しいタブの中で ES コマンドを実行してみてください。ES コマンドというのは今見ていただいてわかるように Y を繰り返し出力し続けるすごく単純なコマンドです。ES コマンドを実行した状態で先ほど開いていたタブ1のトップコマンドを見てみてください。すると ES コマンドによるプロセスが上位に表示されていると思います。この ES コマンドによって発生しているプロセスをキルコマンドで終了させてみましょう。現在 ES コマンドで実行しているプロセス ID は2551です。なおこのプロセス ID は皆さんの実行環境によって異なるので注意してください。プロセス ID を確認したらキルコマンドを使って対象のプロセスを終了させてみます。Q キー、Quit で一度抜けてキルコマンドを使ってプロセス ID2551 を終了させてみたいと思います。それではエンターを押します。その後 ES コマンドを実行したタブを確認してみてください。人によって表示は違うかもしれませんが、私の環境の場合Terminated という表示が出て通常終了したことがわかると思います。今回はキルコマンドによって無事終了させることができましたが、もしこのキルコマンドで終了できなかった場合は強制終了させることもできます。キルコマンドで強制終了させる場合は -Q のオプションを利用します。こちらもやってみたいと思います。先ほどと同じように
新しく開いたタブの方で ES コマンドを実行しましょう。そしてタブ1の方に戻ってもう一度トップコマンドを実行してください。そして ES コマンドで実施されているプロセス ID を確認します。2617ですね。対象のプロセス ID をキルコマンドを使って強制終了させてみましょう。Q キーでトップコマンドから抜けて、キル数字の9、そしてプロセス ID、私の場合2617を指定します。実行します。実行したらタブ2の方を確認してみましょう。ES コマンドによってプロセスが強制終了させられたことがわかると思います。今見ていただいたように、キルコマンドはプロセスの終了で利用されることが多いコマンドです。オプションを利用しない場合は通常終了、-9のオプションをつけると強制終了になることを覚えておきましょう。それでは最後に穴埋め問題を使って今回学んだ内容を振り返りましょう。プログラムはどのような状態になるとプロセスになるのでしょうか。正解は、プログラムがストレージからメモリに移動させられて実行するとプロセスという単位で管理されることになります。わかりにくい人は料理で考えてくださいとお伝えしました。プログラムは食材で、食材をまな板で調理を始めるとプロセスという単位で管理されることになります。そして PS コマンドについてもお話しました。PS コマンドは今動いているプロセス、つまり実行中のプログラムを確認できるコマンドでしたね。PS コマンドだけで実行するとどんな情報が表示されるのでしょうか。覚えてますか？正解は PS コマンド単体で利用すると自分の端末のプロセスだけを表示します。もし全てのプロセスを表示したい場合はオプションが必要です。それでは全てのプロセスを表示したい場合のオプションは2つありましたが、どんなオプションだったでしょうか。正解はオプション-E または-A です。こちらは両方とも同じ出力になります。なお、-A は大文字の A なので気をつけてくださいね。次にトップコマンドです。トップコマンドはどんな情報を表示するためのコマンドでしょうか。トップコマンドは現在動作しているプロセスの情報を表示するコマンドですね。CPU の使用率やメモリの使用率なども動的に表示することができます。タスクマネージャーの CLI 版のようなコマンドです。最後はキルコマンドです。キルコマンドは特定のプロセスに命令を送るためのコマンドです。プロセスを終了させたい場合に利用されることが多いです。キルコマンドの後ろにプロセス ID を指定することで通常終了させることができます。もし通常終了できない場合は強制終了させることもできます。では今回紹介したキルコマンドで強制終了させたい場合のオプションはどんなオプションだったでしょうか。今回紹介したキルコマンドで強制終了させたい場合のオプションは数字の9でしたね。皆さん全問正解できましたか？今回はプロセス管理で利用される PS、トップ、キルについて勉強しました。キルコマンドと聞くとちょっと怖い感じもしますが、キラーコーダなどを使って検証環境で怖がらずにどんどん使ってみてください。コマンドは使ってみて感動して楽しんで覚えるのが一番です。理解が深まりますし、業務でも活かせるようになると思います。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加できます。こちらは2025年7月のスケジュールです。Linux の勉強会はもちろん CCNA の勉強会、セキュリティの勉強会など様々なイベントを開催しています。勉強仲間を作りたいという方はお気軽に参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。